どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回プライム感謝祭ですね。9月、19、20日ですね。土日が本番なんですが、こちらのセール確定商品というかね、一部公開されてるんで、そちらからピックアップしてみました。プライム感謝祭ですね、先行セールが10月17日、実はこれスタートしますので、もうすぐ迫ってるんでね。で、今回最大 10% ポイントアップキャンペーン。割とね、大きめじゃないかな。プライムデーの次ぐらいに、大きいんじゃないかなと。キャンペーンもね、エントリーしてもらって、ホーム用品、業務用品、DIY とかかな。とかファッションとかもが 5% 還元になってます。こんな感じで一部ね、出てますので、Apple 製品とかもね、紹介したいかなと思います。はい。見たい方ぜひチェックしてもらえばなと思います。あと支払い方法とかいろいろ、お得なキャンペーンをとりあえず紹介しますね。なんですが、商品ね、全部まとめてあります。動画見るのめんどくせえっていう人は、概要欄にこれ貼っておきますので、チェックしてもらえばいいかなと思います。大体ね、結構いいのね、あったんで、漫画とかも含めてですね、概要欄からチェックしてみてください。損しないためのキャンペーンみたいなところをね、探してみたんですが、対象者限定みたいなんで、これもリンク貼っとくので、もしこれのページが出れば大丈夫だと思うんですけど、エントリーしてもらって、ギフトカードですね、1万円以上購入すると500ポイントもらえるっていうものがあります。2週間後ですけども、冬1回かな。なんで、Apple のギフトカードとか、Google プレイとかですね、なんかループとかもあるね。Netflix とかディズニープラスとか、プレゼントにも普通に良さそうな感じではあるので、ダズーンとかペアーズとかあんだね。はい、モスカードとかいろいろあるので、フォートナイトもあるね。はい、VBUCKS とか、ありとか、はい、あとKindle Unlimited ですね。はい、こちら980円3ヶ月分が、2940円分がですね、無料で使えますので、こういったプライムデーとかのね、機会に感謝祭ね、非常にお得なキャンペーンあるので、通常だいたいいつも1ヶ月か2ヶ月ぐらいなんでね、はい、200万冊以上が読み放題。雑誌とかですね、本とか漫画とか、こうね、対象多いです。雑誌は特にね、大体読めると思うんで、っていうところだったりとか、あとね、本関係がね、あとこの秋漫画かな、集英社の、すごいよ結構。最大 50% ポイント還元。で、大人気シリーズですね。さらに10冊まとめ買いで、さらに 10% ポイント還元なんで、最大 60% 還元受けれます、これ。併用できます。なので、例えば、ワンピースだったりとか、ヒロアカ、呪術廻戦、キングダムとか、推しの子とかね。大体多分最近のやつは結構ね、なんかすごい肉食女子のすすめ。はい。かなりね、50% 還元になりますので、エントリーしてもらって買ってもらうのがいいかなと思います。半分ポイントで返ってくるんで、50巻買うと、1万1500ポイント返ってきます。はい。ワンピースは面白いからね、もちろんね。プラス 10% になりますね。確かね。これ、漫画のページ行ってもらうと、出てくるの下に出てくるので、これちょっとやってみてください。はい。で、最後一応おまけで紹介するわ。おすすめの漫画。はい。あと、紙派の方もですね、なんかまとめ買いキャンペーンあるので、面白いけどね。本とか漫画、紙派の方もね、ないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。こちらもエントリー必要になるんで、年末に向けてね、本を買っとくとか、本買っとくとかもいいんじゃないかなと思いました。ということで、ちらっと見せますっていう、ちょっと見せますかページがあるので、こちらからピックアップしておりますので、気になるもの、一応これも概要欄に載せておきますので、よかったらチェックしてみてください。一部公開されてます。で、値段もね、Amazon デバイスとか出てるのかな。まず Apple 製品なんですけど、iPad の10.2インチ。1個前のモデルになるんですが、こちらセール対象になっておりました。おそらく4万5千円前後になるんじゃないかなと思います。過去のね、セール。だいたい安くなってね。はい。で、iPad のこの旧世代。これでいいんだったら買っていいかなと思います。ただ、10月末に iPad のこの11世代が多分出るんじゃないかなっていうことは言われてるので、待ってもいいとは思うんですけども、これよりは高くなると思うんで、はい。全然安い iPad でいいよって方は、これでいいんじゃないかなと思います。はい。これ Apple Store でも売ってないんで、はい。で、あと Apple Pencil この第一世代ですね。さっきの、iPad 旧世代。タッチ ID ついてるものに関しては、こっち。使えますので、これセール対象になっておりました。あとApple Pencil の第2世代に関してもセール対象になってましたので、最新のもの以外であれば、で、USB-C 端子の iPad は大体、ほぼ Apple Pencil 第2世代ですので、いいんじゃないかなと思います。ポイントもね、みたいなね、5%。今のところは、はい。で、あとビーツのフレックスも、こちら対象になっておりました。首掛けのタイプでね、ファッション的にもいいかなというところでございます。はい。Android 対応とかもあるのと、あとマグネットでくっつくんでね、
まあ、結構いいですよね、これね。あと、ビーツスタジオバッツね。はい、こちらもセール対象になっておりました。まあ、ビーツ好きだったらいいかなっていう感じですね。まあ、スタジオプラスの方がね、スタジオバッツプラスの方が個人的にはおすすめ。音質はね、僕はあんま好きじゃない音。ちょっとカスカスかなっていう感じはするけどね。うん。はい。で、あと MacBook Air ですね、M2 が、これ1個まあ型落ちにはなるんですが、まあ、正直全然十分です、これで。はい、僕今 M3 使ってるんですけどね、レビューもしてるんですが、対象になっておりましたね。はい。まあ、Air はね、まだ多分出ないと思うんで、MacBook Pro は10月もしかしたらね、ちょっと出るんじゃないかって言われてるんで、まあ、Air は多分そんな変わんないと思うけどね。はい。まあ、どっちにしろあんま変わんないと思うんで、はい、買っちゃっていいと思います、MacBook は。あと、このメモリが 16GB のモデルもですね、はい、カスタマイズモデルもセール対象になってたので、はい、まあ、気になってた方はいいんじゃないかなと思います。メモリね、作業するんだったら16以上が結構おすすめです。で、あと、まあ、ガジェットなんですが、Fire TV スティックね、4K ね、こちらがプライム会員限定、まあ、プライム前提忘れてたんですけど、プライム感謝祭はプライム会員じゃないと、まあ、参加できないってものになってますので、会員ね、概要欄貼っときますわ、そういえば、これ忘れてた。まあ、500円ぐらいで入れるんでね、月額。で、33% オフの4980円になるみたいで、Fire TV スティックはまあね、これで、十分です、これで。で、あとこのエコーショー8かな。これ最近出たやつなんですけど、まあ、結構音いいんじゃないかなと思うんで、19,980円になるみたいでございます。セール対象になってました。これ初めてセールになると思うんで、はい、画面大きくて、まあ、カメラもついてますね。スピーカー強化モデルかなと思います。まあ、最新型ですね。エコーショー8の8インチ。で、エコーショー5も対象になっておりました。これも僕今ね、デスクで使ってるんですけど、まあ、全然これでも音いいですけどね。8480円で買えるので、35% オフということでございます。これ結構ね、おすすめがいい方はね。はい。ミニマル系。で、あと、まあ、スイッチボットも、まあ、多分セールになるんじゃないかなというか、このアレクサとかとね、相性がすごいいいので、このまあ、ハブミニで、まあいいかなっていう感じはしますけどね。一応音質時計がついた新しいモデルも、ですね、まあ、こっちもハブ2もあるんで、もう、まあ、それが温度と湿度も見たい、画面で見たいよって方はいいんじゃないかなっていう、そっちでも。値段がちょっとね、高いんだよね、その分ね。これはちょっとセール対象じゃないんですけども、CO2 センサーがついたね、このスイッチボットのやつ出たんで、僕買ったんですよね。はい。まあなんで、まあこれでもいいかな、今買うならっていう。まあ音質時計だけなら。はい。CO2 濃度ね、やっぱり大事ですよ。頭重くなるんで。換気ね。まだ予約受付中みたいな感じなんですけども、はい。これちょっとポチっちゃいました、僕は。はい。あと、Kindle Scribe も、セール対象になっておりました。最大18,000円オフ感じですかね。メモ書きと、まあ漫画とかね、結構でかいサイズですね。まあいい値段するんだけどね。まあ読書とかこうメモに集中したいよって方はいいんじゃないかなと思いますね。目にも優しいしね。まあ対象商品とか結構ね、全部出てるので、まあチェックしてもらえばなと思います。事前にね。これね、あと日本通信の SIM がなんかね、売られてたんですよね。で、これは、スターターパックっていう最初のなんか事務手数料かかるんですけど、契約するときに。がちょっと安くなるやつになってます。これね、今ちょっと僕やろうかなと思ってるんですけど、シンプルの290っていうのは290円でも1ギガっていうもう本当に使わない人用のね、あと1390円で20ギガ。これ確か30ギガ ?20 ギガか。最近ね、容量上がったんですよ、確か。20ギガになったのか、10から20になったのか、ちょっと忘れちゃったんですけども、50ギガで2178円っていうね、2100円ぐらいかな。これ多分業界最安値なんじゃないかなと思いますので、eSIM も対応してるんで、まあ、オンラインでそのまま開通できます、アプリで。なんで、まあ、サブ回線にすごいいいんじゃないかなと思ってます。一応、ドコモ回線らしいんだけど、まあ、僕メインは楽天モバイルなんですけども、楽天モバイルめっちゃいいんでね、ちょっとやっぱ電波弱い時あるんで、ちょっとサブでやってみようかなと思っております。もし使ったことある方いたらちょっとコメントいただきたいですね。はい。で、あとヤマゼンのね、昇降デスクが、いや、これいいなと思いましたね。対象になってたんですけども、32,800円。3万ぐらいでね、もういいの買えるんですよね、今ね。はい、昇降。ヤマゼンの家電ね、まあ、いくつか使ってるんですけど、いいんだよね。はい。で、高さのメモリ機能もね、ついてます。ちゃんとなんで、高さを記録しておけるんですよね。座る時とか立つ時とか。なので、まあ、組み立てちょっとね、大変なんですが、これいいと思うな。で、ブラック結構マットな感じでかっこいい。まあ、ホワイトもあるし、シェリーブラウンとか、あとなんかね、ウッドな感じもあるしね。はい、これいいと思いました、最初に。で、あとロジクールのトラックボールド MX-L5、エラー5かわかんないけど、これ新しいモデルでございます。これもね、対象になってました。これいいんだよね、やっぱね、トラックボールね。マウスを動かさなくていいんですよ。このトラックボールを動かすんで、スペースがそんないらないっていうのと、まあ、腱鞘炎ね、なるよって方は絶対これ使った方がいいと思います。はい。で、あと、ファーウェイのフリークリップですね、対象になっておりました。これオープンイヤーっていう
いう、まあ、外の音をそのまま聞こえるイヤホンになるんですけども、これかなりね、売れてるモデルなんですよ。でね、ファッション性っていうところもね、すごいいいですし、音もね、結構いいんですよ。で、そんなに音漏れしない。まあ、結構音量上げると若干こうなんか鳴ってるなぐらいの感じですかね。うん、つけ心地よくて、はい。結構音いいんだよね。はい。そう、音漏れを。ファッション的にもいいなというところで。はい。で、あと、まあ、サンディスクのこの SSD かな。が、これはまあ2テラかながセール対象になってました。まあ、コンパクトで、1050MB かな。毎秒、まあ、パーセカンドなんで、軽量なんですよ。非常に高速でコンパクトですので、いいかなと思いました。あとは、ダイソンのドライヤーもね、出てましたね。はい。ニッケルコッパー。まあ、でもすでにまあ4万3000円ぐらいになってるんで、これどのぐらいなのか、3万円台とかなってくれたらね、こう嬉しいですけどね。あ、でも3万8000円ぐらいになってるな。これ多分プライムデーか。あ、でも9月ですね。マジサロニアとかもいいんだけど、いや、いいよね。これやっぱデザインがね。はい。まあ、新しいやつとかもあるけど、一応これが対象にはなってたかな。ダイソンのね。ピンクだったかな。対象のやつ。ね。サイトに出てました。これちょっと僕狙ってるんですが、OC3 フォルダブルっていうケルヒャーのですね、高圧洗浄機なんですけど、これ。高圧洗浄機ってめっちゃでかいじゃないですか。ごついし、なんかもう見るからに重そうじゃないですか。で、これ軽量でタンク一体型のタイプなんですよ。これなんで、コードレスで使える。まず気軽にこういったね、なんか壁とか、なんかお風呂とかわかんないけど、使えるっていうのと、畳めるんですよね、これ。こういう感じでコンパクトにできるんで、キャンプとかそういう時にね、海でシャワー代わりに使うとか、はい。まあまあちょっと冬なんであれですけど、まあそういう使い方もできて、まあ15分間で USB-C で充電できて、電源いらないんですよね。これがめっちゃいい。一旦折りたためて、書いてあるね、お墓掃除とかペットとか自転車とかね、こういうのめっちゃいいと思いました。なんか気軽に使えそうで、まあ値段もまあまあ一般的なね、その高圧洗浄機ガチのやつと比べたら全然と思うんで、これかなりね、なんかバズってたんだよね。これね、狙ってます僕は。はい。で、あとは山善のね、まあここら辺多分生活雑貨になるんですかね。山善じゃねえわ、山崎実業のアンブレラ。これマグネットでね、立てるやつなんですけど、山崎実業ね、めっちゃ便利なんだよ。もうマグネットで大体全部くっつけれるんですけど、マンションとかと多分ね、大体くっつくと思うんで、傘立て、折りたたみも収納できるんで、こういったやつ。まあこれセール対象になってました。まあいろんなね、製品かなりあるので、まあちょっとまたチェックしたいかなと思います。セールになったらね。で、あとアディダスのスニーカーですね。うん。これなんかコンフォートメンズ。普通にこれ黒でシンプルでいいなと思いました。よくないこれ。結構なんかかっこいいなと思ったんだけど、まあいろいろビッグレザーなんだけど、うん。とか、あとアリエールのね、ジェルボール。これなんか最近毎回紹介してるんですけども、これめっちゃいいんだよ、やっぱり。ドラム式とか何でもいいんですけど、洗濯機にポンって入れて、あと回すだけなんで、パッてもう入れるだけなんですよね。こう洗剤を垂らすとかそういう液体にね、垂れちゃったりするじゃないですか。なんか汚れたりしちゃうんで。で、あとスクラビングバブルが対象になっておりました。トイレクリーナーね、トイレスタンプもいいんですけども、これ結構ね、下にこう、垂らすっていうの垂らすだけで、もうなんか綺麗になる。わかんないけど。トイレ、なんていうのクリーナーみたいな。なんだったっけなありますね。有名なやつのタイプなのかなあとなんかなぜかなんかついてるおまけで。黒済みトイレ。これいいんですよ。はい。こっちが、まあ食料品かな多分ね。サントリーウーロン茶ね、来ましたね。これね。結構うまいんだよ。これが。なんだかんだ。うめえよな。なんでこのウーロン茶。美味しくないこれ。やっぱり。今日これ買っちゃうんだよな。あとなんかおしゃれだよね。ボトルが。で、ラベルレスですが、これ対象になっておりました。で、あとバリラのね、スパゲッティね。はい。5キロ。もうなかなかね、なくなんないよ、これ。うん、しかも普通に美味しいし、まあまあ安いんですよね。イタリアの確かメーカーだと思うんですけどね。まあナンバー3がちょっと細めがいいかな。結構ペペロンチーノとかだといいと思います。まあ普通に美味しい。そうだね。あとおまけなんですが、漫画ね、50% 還元だったので、一旦おすすめはキングダムかなっていうのが、まあもちろんね、皆さんご存知だと思いますが、マジで面白いから。あとまあワンピース感はあるかもしんない。設定は似てるかもしれないですね。そのなんか天下の大将軍を目指す海賊王になるみたいな。で、まあ仲間を引き連れて、で、主人公が結構突っ走る、なんかルフィみたいな感じなんですよね。まあちょっと見たことない人わかんないかもしれないけど。っていうところなんで、これマジで面白いし、まあビジネス書とかにもなってるんでね、なんかいろんな意味でこう勉強になります。めちゃくちゃ面白い。あと、ダンダダンですね。はい。これ最近やっぱアニメね、出てきましたけども、オープニングはね、クリーピーナッツかな。コラボの曲みたいなのすげえいいオープニングが。これは、オカルティックアクションっていう、ちょっとなんか変なジャンルなんですけども、オカルトがベースになってまして、うん、なんか宇宙人とか出てくるんですよ。宇宙人とかとなんか戦うみたいな感じです。ざっくり言うと。オカルトのオタクの主人公と、この女の子と、まあ、あとこう仲間も出てくるんですけども、ちょっとなんか恋模様もあるみたいな。まあ、ジャンプっぽい感じかもしれない、これは。はい。これ面白いです。めちゃくちゃ。まあ、ジャンププラスでも読めます。と、
これね、これまあ 23% 還元なんですけども、これね、めっちゃ面白いこれ。めちゃくちゃ面白いです。地動説と天動説だったかな。その時の15世紀ぐらいのヨーロッパを舞台にした話なんですけども、まあその当時の常識を全部こう覆していくみたいな感じではあります。ラファウっていうね、主人公がいるんですけども、まあ地動説ちょっと忘れちゃったけど、まあ地球の周りをこう他の惑星が回ってますっていうのが常識だったんですけど、いやそれは逆なんじゃないかっていう風なね、なんかねすごいおじさんが出てくるんですよ最初ね。それに影響されてこういろいろラファウをこうのめり込んでいくみたいな感じですので、これは面白い。で実話っぽいんだけど、なんか全然フィクションらしいこれは、まあ地動説ね、フィクションらしいんですが、結構その科学とかになんか興味を持てるような内容になってるんで、普通に面白い。全然知らなくても分かるような感じなんで面白い。かなり。はい。で、あと、まあ、怪獣8号かな。はい。キングダムが一番おすすめなんだけど、怪獣8号の方が、まあ、今、見やすいかなっていう、まだ10何巻あるんだろう、今。はい。まあ、14巻か。全14巻なんで、全然追いつけるというか、これはね、めちゃくちゃ面白い。これもまあ、ジャンププラスでも読めるんですが、超面白い、これ。すごいね、進撃の巨人にね、似てます。ざっくり言うと。まあ、ストーリーはね、全然違うんですけども、主人公がまあ一応、まあ、若干ネタバレになっちゃうから、まあ、怪獣になるみたいなね、怪獣が発生する、日本っていう設定になってるんですよ。そのね、キャラクターのあれがすごい似てるんだよ、進撃の巨人と似てるので、これねめちゃくちゃ面白い。止まらないもん。読み出したら止まらないんで、はい、これまとめ買いするのがおすすめです。第1巻、まあ、23巻ぐらい見たらもう止まんなくなるから、これめちゃくちゃ面白い。プライム感謝祭にですね、おすすめの商品、先ほど言った通りですね、全部まとめておりますので、概要欄に。で、まあ、当日になったらこれ赤くセールになってると思いますので、はい、まあ、ぜひお早めにね、チェックしてもらえばなと思います。漫画とかもね、一応入れておりますので、1巻の方をね、まとめ買い、エントリー必要なんで、エントリーだけしてもらうと、プラス 10% つくと思うんでね、まとめ買いすると、はい、それだけ気をつけてください。他の商品もですね、あと、まあ、セール始まったらいろいろ動画出しますので、最近この iPhone16 出たので、まあ、ケースとかですね、まあ、iPad とかのフィルムとかケースとかおすすめのやつとかね、まあ、以前のセールのやつとかも、まあ、対象になるやつもあるとは思いますので、チェックしてもらえばいいかなと思います。最近モバイルバッテリーとかね、おすすめ充電器とかも上げてますので、まあ、iPhone15 以降かな、まあ、16って書いてあるけども、まあ、USB-C 対応のとかマグセーフ、それなりにコンパクトでまあ高出力というかね、使いやすいだろうっていうやつをまとめておりますので、まあ、食料品とかもね、いろいろ紹介していきますので、まあ、まとめてるやつとかもあるんで、はい、またチェックしてもらえばなと思います。本番ね、という感じでございました。最近なんでこの充電器とか、AirPods のレビューとかですね、アンカーの新製品発表会行ったりとか、アンカーさんね、iPhone16、マットレスもね、はい、レビューしてるんで、これおすすめです、マジで。ちょっと再生回数あれなんですが、めっちゃいい。内容はね、かなりこだわって作ったんで、まあいろんなこう情報入れてますね。こんな感じでいっぱい出していくと思うんで、プライム感謝祭になったらね、はい、ぜひチェックしてみてください。コミュニティ欄でもね、毎日、大体発信してるんで、この商品、そう、漫画とかもね、これはでもね、16までなんだよね、確かね。はい、なので、プライム感謝祭の前までなんで、そこだけね、注意してもらえばなと思います。なので、今のうちです。はい、シュピゲンのケースとか、まあいろいろあるので、チェックしてみてください。この動画少しでも良かったと思ったら、ぜひ、高評価と、チャンネル登録して楽しみましょう。うるさい。本番楽しみましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。いやー、ちょっとね、楽しいわ、探すの。漫画ね、ハマっちゃうんだよ、本当に。もうずっと一日、あれなんですよね。読みたいもん、ずっとネカフェにこもって。怪獣8号かな、まあ、チーも面白い。ダンダダンはね、ちょっとまあ好みが分かれるかもしれない。牛音虎。ブルーロックもね、ブルーロック面白いですよ。僕サッカー好きなんで。まあサッカー好きじゃなくてもね、ブルーロックか、なんだっけ、もう一個あるんだけど、ブルーロックとジャイアントキリングめっちゃ面白いです。楽しみですね、本番がね。